皆さんこんにちは、ガジログです。今日はブラックビュー BV8800 というスマートフォンをご紹介いたします。アリエクスプレスのブラックビューのオフィシャルストアのページを見ていますけども、日本標準時ですね、1月10日の午後5時発売される予定となっています。で、予定の販売価格としては 28,856 円で購入することができます。どんなスペックになっているのか解説の方を進めてみたいと思います。では本日も行ってみましょう。ではまずざっくりですね、特徴について見ていきたいと思います。極付きってありますが、極限なのかもしれませんね。画面に関しては 90Hz のリフレッシュレートに対応しています。メディアテックの G96 が CPU、そして5000万画素のリアカメラがメインとなります。ナイトビジョンっていうのは後ほど見てみたいと思います。バッテリーの容量、そして OS、そして IP68&IP69K、そして見る規格にも対応していますので、かなり防塵防水ということを謳っています。見るからに結構タフなスマートフォンということが分かりますね。そしてディスプレイについての説明になりますね。フル HD プラスですよ。 6.58 インチのディスプレイ、これはまずまずのサイズになっています。で、画面の比率は 85% の占有率ですね。そしてリフレッシュレートは 90Hz を謳っています。ディスプレイの形ですけども、ここにノッチというか水滴ノッチですね。このデザインっていうのは好き嫌いがあるかと思いますけども、昨今ね、ここにパンチホールっていうのも増えてきますし、こういう水滴型ではなくて針の穴のようなタイプですね、そういったものが多い中でちょっとこれ古いかなという気は否めません。リフレッシュレートは皆さんご存知のように 90Hz であれば結構滑らかに表示ができると思いますけども、最近ハイスペックモデルで多い 120Hz には対応していないので、この辺はバッテリーの持ちも考えているのかなという気がします。そしてここ注目ですね、アンツツスコアですけども30万1167点となっています。これはですね、私今現在使っているスマートフォンのアンツツベンチマークとほぼ同等なんですね。使っている印象としては全然遅いっていう風に感じていませんので、結構サクサクこれ使えるんじゃないかなという気はします。これは多分申し分ないかなという、ミドルレンジとしては十分なスペックがあるかと思います。そして冷却システムですね。こういった 3D 同パイプ液冷となっています。そして何といっても 8GB の内蔵メモリっていうのは嬉しいですね。これ物理的に 8GB ですので、よく仮想的にこちらのストレージを使ってプラス 5GB 増やしますよとかあるんですけど、そういったことではなくて物理的な 6GB のメモリが多い中で、今回は 8GB 積んできているっていうので、これはいいですよね。動作的にはどう変わるか体感できるかは別として、積んであるっていうのは嬉しいですね。ここにも出ていますけれども、アンツツベンチスコアの比較ですね。私はこのディメンシティ 800U っていうタイプ使ってるんですけども、数字としてはほぼ同等のスペックになっていますので、多分十分動くんじゃないかなという気はします。そして冷却に関してですね、強力水冷冷却とありますけども、多分ここにパイプの中に液が入っていて、それが熱をね奪ってまた外に放出するという形だと思うんですけども、価格からしたらこれ十分妥当かなという気はします。そしてカメラですね、5000万画素がメインカメラになります。昼に見るか夜に見るかってありますけども、そうですね、ここにありますけども IR ナイトビジョンになっています。暗い場所で赤外線を当てることにより、その暗闇で暗部を映し出すことができるっていうカメラが搭載しています。これはすごいですね。これが入っていると何がいいかということなんですけども、例えば知らない場所、旅館、ホテルとかの場所で万が一ですね、隠しカメラが仕掛けられていた場合ですね、こういったことあってはなりませんけども、このナイトビジョンカメラがありますと、カメラから出ている光ですね、それを紫色で見ることができます。このディスプレイ越しに見ることができます。そしてメインカメラは117度の超広角ウルトラワイドになっていますので、通常105度の範囲よりもかなり広く映りますよということを言っていますね。そして1600万画素のフロントカメラも入っています。そして水中モードですね。これは特徴の一つにはなりますけど、防水対応していまして、ちゃんとこの写真にありますように、このように水中で撮影使うことができるということを言っています。そしてバッテリー性能に関してですね、8380mAh、
これはもうマンモス級ですね。モバイルバッテリー機能もついています。つまりこれリバースチャージにも対応しているということで、モバイルバッテリーとして使うことができますね。一石二鳥ということでしょうか。BV8800 から USB ケーブルでつないで他のスマートフォンを充電するということも可能ですね。これ結構ハイエンドモデルについている機能なんですけども、それがこういったミドレンジのモデルについてきたっていうのはこれもすごいですよね。そして OS は iOS に似ていると言われてますね。ドーク OS の 3.0 対応となっています。こういった感じですね。ここのトグルの部分を見ますと、これ iOS 系似てますね。そしてここのあたりのユーザーインターフェースですね。ここはやっぱり iPhone 似てますよね。iOS に。このあたりも非常に似てますね。丈夫さの面ですけども、見る規格の810G、ここに書いてあるの G から H になりましたよとは書いてありますね。でその後は I になるんでしょうか。そういうふうに最新になったっていうことを謳っています。これどれぐらい変わったのかちょっと分かりませんけども、とにかく最新に対応しているということで、メル規格ね、アメリカの国防総省の対応していますよということですね。そして落下にも強い 1.5 メートルのドロップテスト、だいたい胸のあたりぐらいでしょうかね。そのあたりから落としても本体は守りますよって言っています。そして小さな巨人と書いてあります。側面の方には SIM カードのスロット、当然防水キャップ付きになっていると思います。そしてカスタマイズされた機能ボタン、そして逆サイドは音量の上下、そして指紋センサーと電源ボタンになっています。パッと見ですね、ちょっと個人的にはすごくいいなと思います。なんかこうメカニカルな感じっていうの結構好きなんですよね。これデザイン結構気に入っています。そして面白い機能として、このカスタマイズされた機能ボタンにお気に入りのアプリを素早くアクセスできる、ファンクションボタンとして割り当てることができるようです。音声録音開始、懐中電灯、スクリーンショット、水中カメラ、PTT 呼び出し、SOS 起動、そしてゲームモード開始とありますけど、 PTT っていうのはもう最近あんま聞き慣れない感じなんですけども、一昔前ですね、プッシュトゥートークっていうね、ドコモの方で結構押していた時があるんですね。プッシュトークとかね、トランシーバーのように使うことができるわけですね。この機能ついているのは面白い、いいなと思います。ちょっと使ってみたいですね。で、電波の周波数ですね、 LTE 周波数に関しましては 4G までの対応となっています。 5G は対応していません。日本ではこの B138、そして18、19あたりがメインになると思いますけども、楽天使っている方は3ですね、大丈夫です。そして B1、ドコモとかソフトバンク、au ももちろん大丈夫ですね。で、8はですね、だいたいソフトバンクが多く採用していますけども、これも大丈夫ですね。そしてプラチナバンド、この18、19あたり対応しているのも結構いいと思いますので、ほぼ日本に持ってきて使うという分には問題ない周波数対応となっています。そしてボルテも対応ですね。そしてカラーですね、メカオレンジ、ネイビーグリーン、コンクエストブラックとあります。3色展開となっています。こういったものを持っているならできるだけこう派手な感じ、このオレンジあたりがいいのかなという気はします。できるならもっとオレンジしてもいいのかなと思うんですね。万が一ですね、登山とそういう冒険ですね、そういったアドベンチャー的に使っている方であれば目立つ色のが当然いいですので、これはもう少し派手にしてもいいのかなという気はしました。なんといっても重量 365g になっています。これずれてますね。めちゃくちゃ重いですね。 365g。 そして最後にですね、同梱物になります。こういったケースに入ってきて、本体、そしてユーザーガイドだと思います。残念ながらね、こちらが海外仕様の充電プラグ、そしてタイプ C のケーブルになっていると思います。そしてやっぱりケースはないんですよね。こういったボディになってますので、残念ながらケースはついていないようです。というわけで今回ブラックビューの BV8800 というモデルをご紹介いたしました。ブラックビューは見た感じ結構好きなんですよね。日本でもこうしたタフスマホを作ってるのは今現在京セラになりますよね。一昔前はカシオもですね、G 色系のスマートフォン、もしくはガラケーのタイプですね、そういったものを出していますけども、最近も出しましたけどもね、京セラが実際作ってるっていうことですので、日本のメーカーでは今唯一京セラが対抗馬になるのかなという気はします。でも必要な方にとってはこの値段で買えるっていうのはめちゃくちゃいいと思います。1月10日の午後5時にセールがスタートするってことですので、もしお考えの方は購入されてもいいのではないでしょうか。概要欄にリンクの方を貼ってありますので、
こちらのページの方に飛ぶようになると思います。では今回は以上となります。このチャンネルはこうしたスマートフォンやスマートウォッチ、スマートバンド、また格安 SIM などのまた最新テックの発表会などの様子をお伝えしています。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。